はい、始まりました。今日は瀬五郎昨日行ってきまして、次の日に撮ってるんですけど、瀬五郎の出た逃走者の紹介になります。さぞかしお楽しみだったようで。いや、めっちゃ楽しかったですね。瀬五郎最高ですね。僕ツイートで瀬五郎が今一番行ってるイベントで一番楽しいですってつぶやいちゃいました。いや、本当に一番今楽しいですね、瀬五郎が。あれ楽しいよね。楽しいですね。かなりおすすめなんで、皆さんも瀬五郎行ってみてください。そしたら我々行けなくなる可能性が。枠増やしといてくださいって言っといたんで。一応今日の逃走者なんですけども、衝動的な告発人ネリー・ボルカーになります。やばいお姉ちゃんですね。これ逃走者デッキ自体は結構値段しますよね。つるむ面倒とか入ってるから。こいつ自体は安かったんで、はい、結構安く組める構成です。ですが、こいつはめちゃめちゃ強いです。今日はロープライスです。はい、1万円で組めます。はい。はい。で、能力一応説明させていただきますと、ボロス4マナの24警戒です。はい。で、こいつがコンバットするたび、クリーチャー1体に容疑をかけます。はい。その後、容疑クリーチャーを全部死闘します。はい。で、容疑っていうのは、まずブロックできます。はい。で、威圧になります。はい。なんで、こいつ1体立ってるところに殴りに行っても、容疑かけられるんで、いけるんですよ、殴りに。いけますね。ブロックできないんで。意味不明ですよね。意味わかんないです。アタック行くとさ、お前容疑者だろっつって、もう全然見当違いな容疑をかけてくるんですよ、この人。かけてきます。で、対戦相手1人がコントロールしている1体以上のクリーチャーが1人以上の対戦相手に戦闘ダメージを与えるたび、他の人がですよ、この容疑かけられたクリーチャー殴りに行くじゃないですか。戦闘ダメージを与えるたび、あなたとそれらのクリーチャーのコントローラーがそれぞれカードを1枚引きます。はい。これ重要なポイントは別に、思想されてなかろうが容疑かかってなかろうが、なぜか対戦相手同士が小釣り合いすると、自分がドローできるという代物でございます。その人と私がドローできます。意味不明です。やばいです。このいわゆるジョン・ベントンのような魔の誘惑に人は勝てません。これ結構ヘイト下がるんですよ。こいつ1体だけとかで殴りに行って用意かけてお互いドローしてて何もしなかったら、みたいなならないですか？意外となるんです。なるんですよね。意外となる。結構ヘイトが低いので、じゃあどんなカードが入っていくかって言いますと、今の流れで、いわゆる僕の構築なんですけど、まず最初です。まず最初ライラが入ります。こっち来ないでくださいねと。もうね、このギミックでライフゲインすんのはやばい。俺ライフゲインして殴ってだけなんでって言えば、なんとかなるね。もうライラ逃走した敵に言ったら別に強くないしなってなるんすよ。なぜかなりますよね。この人ライラ入れてるのか弱いなみたいな感じになっちゃうっていう。なるんすよ、本当に。なぜかなりますよね。だって俺ライラダッシュだけっすよって言えばなんとかなるんで、そのまま。やばくないですか？確かにね。やばくないですか？面白いなそれ。でもちろん他にも、例えばオレリア前紹介したんですけど、オレリアこのデッキ入れていいんですよ。でオレリアはヘイト結構買うんですけど、3体以上殴りに行くとドローできて、5体以上だとドレインするってやつは、これがなぜかこのデッキだと天使で44で殴ってるだけなんですよ。まあ確かにね。確かにね。確かにな。飛行の44警戒で殴ってる。なんだろう、ジェネラルダメージとして4点食らうのと、ただ4点食らうのとが運転の差があるから。あります。でワンチャン3体並んで殴っていけば3体でドローしてるだけなんでって言えば、うさんくせえ。で相手は用にかかってるんで、ブロックできないの。ブロックできないし、で3体で殴りいっちゃうと、いっちゃったらまあワントロしますねっつってしてるだけなんで。問題はそれワンドロした後そいつらはダメージ与えてるからね、リンゴさらにドローできてるっていうね。すごいやべえ引いてるみたいな。よく見たらめちゃくちゃ引いとるやんけみたいな。でもあれなんですよ、引いてるだけなんですよ、本当に。そう、この攻撃はね引いてるだけなんです。確かに用にかけて引いてるだけでなんとかするんで、であとラス何枚か入ってるんですけど、
弱者の報復みたいな、はいはいはい、その一定のパワー以上のやつ吹き飛ばす系ね。パワーが3以上とか、パワーが4以上とかっていうのを吹き飛ばすみたいなのを入れてるんですよ、もちろんライラとかオレリアいなくなっても別にどうでもいいんでまあいなくなっちゃったかライフゲインのやつがって言って、メリーポーカーはパワーが2だと残ってるっていうことで残します。はいはいはい。でそんな感じでどうやって勝つか分かんないじゃないですか。攻撃、いっぱい引いた結果。いっぱい引いた結果。まあでも赤白なんで、例えば赤だったら報道とかありますよね。あと群衆の掟っていう、この1パー以上のやつか1パー以下のやつかをパクれるっていう、これ決まります結構。でまあ赤白なんでエリシュノンとか赤白なんでっていうかね赤白なんでギセラとかまあね、で類壁から蒸発とか、強いですよね。強いですよね。いっぱいいきなり打たれて困るカード結構あるっていうで一応地震ですね、いわゆる思想デッキの理論だと、地震は一番殴ってこられてないんで練習になるんですよ。なりますね。なります。だから災難の輪とか、で僕なぜかややの昇進猛火入れてるっていう一応その3人焼けるからね。そう3人焼けるんで、でこいつはめっちゃドローしてるんで、こっちがどんどん伸びてくるんですよ。なんでめっちゃマナコスト10マナとか13マナぐらいまでいくんで。なるほどね。はい、X 火力で死ぬあれでもステゴロルールではああそうです実はステゴロになりますといいです、皆さん聞いてくださいって始まります、まずここで僕 EDH にまず勝ちましたっつって言い出しますここからステゴロが始まりますって全員1残っちゃう1残ってステゴロが始まるんででまああとは紹介し忘れました面白カード、何枚か紹介してもいいですか。どうぞどうぞ。まず決めて嬉しいカード、今の感じだと結構何もしないみたいなことたまにあるんですよ、あの人あんな引いてるのに何もしないのみたいな、それなんでかっていうとこの2枚のカードのためなんですけど、手だれの戦術っていうまずこのカードと新カード来た新カード4マナのインスタントで攻撃クリーチャーとブロッククリーチャー選び直せるっていう、好きなように選べるっていう、もう自由にできるっていう、あとこの売られた喧嘩、これ決まんなかった決まったら絶対盛り上がったと思うんですけどね。私もそれ1回打ったことあるんだけどね、やっぱカウンターされたんだよな一回も決まったことないんだよね。決めたい、いつか決めたいですねこれ売られた喧嘩はまずなぜか対戦相手のターンの戦闘中にしか唱えられません。でそのターンあなたやあなたがコントロールしてプレゼントが受ける全てのダメージを軽減します、で軽減して追加の戦闘フェーズを得ます、で全てのクリーチャーが死走される、全てというかその攻撃してるクリーチャーがなんで相手に追加戦闘フェーズを渡すっていう謎のムーブ、やばくないですか。やばいですよ。なぜかだから安全だなと思ってきた人が急にかしこまれるっていう喧嘩売られたっつってそうこれやばくないですか。面白いよねこのカード。これいつか決めたいですね。いや面白い。あと面白カードをもうちょっと説明したいんですけど、このデッキに入ってる面白カード1個ありまして、もともとの白熱する追跡っていうカードがこれ面白かったみたいなんですけど、これ知らなかったんですよね。ちらっと見ただけでね、まあ思想の欠点克服しにかかってるけどほーんってなったんだけど、俺もほーんってなったんですけど、これやばいっすよ多分これ2マナのエンチャントで倍に出た時1体容疑をかけます、でそいつは思想されてると、これが倍にある限り、で戦闘の開始時に2人以上のプレイヤーがゲームに敗北していた場合、よくあるじゃないですか、1対1になったら容疑をかけられてたクリーチャーコントロール短所40番で奪えるみたいなどういうことみたいなね。つまりだからこいつやってて、このカード最後引いてるんですよ、引いてるんだけど、最後までこれ出さないで、なるほどね急になるほどね急にこれエンチャントして用意かけられたやつ全部僕のコントロール戦闘の開始時にもらいますって。なるほどね。はい。なるほどね。そういうことか。使い方をすると、そういうことか。そういうことです。後出しなのが。そう、後出しなんですよこれ。なるほどなるほど。そうなんですよ。よく考えたらそうか。そうなんですよ。そうすると最後のターンで、用意かけられた人を全部じゃあこちらでっつっておかしなことが起きとるでみたいな。
これやばくないですかこれ。なるほどね。革命的なカード。なるほどなるほど。超強いですよ。でこれは僕が見つけてきた最後の面白いカードなんですけど、結婚指輪。はい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 。これはかなり面白いです。これはネリーボルカにおけるオリカだと。はい、これかなりびっくりしました。4マナのアーティファクト、まあ知ってる人いるかもしれないですけど、白4マナのアーティファクトで場に出た時誰かと結婚します。はい、結婚するってその結婚じゃない、ソウルボンドじゃないと、能力じゃないです結婚指輪っていうのを渡すんですよ、でその対戦相手のターンにその人がドローしたら、私ドローしますよ、その代わり私のターンに私ドローしたらその人ドローしていいですよ、っていう能力ですよね、でライフに関しても一緒なんですよ、それだけの能力だと普通はお互いにね、ドローするからドロー能力が高い人に貼って分け前をいただくと、自分のところからも行くけど、相手からもらえる量の方が多いですよとっていうかだったんですが、立て付けなんですけど、ネリーポルカの場合は、こいつに用にかけた相手にこう貼りまして、そうするとその用にかけた人がこいつの能力でドローすると。そしたらその人もターンなんで私のターンにはドローしてないんですよってなぜかおかしなことが起きるとそうなんですよ。だから結婚指輪を一番強く使えるデッキはこのデッキですっていう感じになりますかね。はい、そんな感じでこのデッキの紹介は終わりなんですが、捨て頃ちょっとしたいなって思ってますけど、どれぐらいの頻度でしたかね。1ヶ月に1回。捨て頃楽しいですよね。どれくらいなんですかね。でも結構月1ではやってないっぽいですけどね、なんか 2,3 ヶ月に1回ぐらいのペースですかね。67、8人集まってたんで、いやめっちゃ人気なんじゃないですかね。前回はそこまでのペースで埋まってなかったんだけどね。なんかすぐ埋まっちゃいましたよね。今回すぐ埋まっちゃってたし、もっとでかくてもいけそうですよね正直運営が大変だから、運営が大変ですからね。運営が大変そうだった運営だって移動するのとかも、60人が移動するのもすごい大変だから、そうなんですよ。めちゃくちゃ大変そうでした、運営は。応援してますんで、捨て頃楽しそうなんで、よかったらやってみてくださいっていう感じですかね。あと一応このデッキにも入りそうなカードをコメントしてくれるとありがたいんで、あとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。